こんにちは、りゅうですみです。今日は私が今戦っている自律性調節障害について、もう少し詳しくお話ししようと思います。この病気について知らない方も多いかもしれないので、特徴や診断方法、誤解されがちな点、そしてどんな風に周りの人がサポートできるかなど、いろんな角度からお話ししていきますね。少しでも皆さんの理解の助けになれば嬉しいです。自律性調節障害 OD とは、まず自律性調節障害って何かというと、自律神経の働きがうまくいかなくなって、姿勢を変えた時に血圧や心拍数が正常に調節されない状態のことです。自律神経は私たちの体の自動運転装置みたいなもので、心拍数や血圧の調整、体温の維持などを無意識に管理しています。でも OD の人はこの調節がうまくいかず、立ち上がるときや長時間立っているときにいろんな症状が出てしまいます。主な症状。症状としては、朝起きるのがすごく難しいこと。立ち上がったときにふらつくこと。目の前が暗くなるような感じ。そして頭痛や強いだるさがあります。他にも動悸や息切れ、集中力の低下、頭痛やお腹の痛みなどもよくあります。これらの症状はただの疲れや他の病気と間違われがちなんですが、実際には自律神経の問題が原因なんです。特に思春期の子供や若者に多く見られていて、中学生ぐらいの年齢が一番多いです。3年間ずっとこの症状に悩む人もたくさんいます。体力の低下により、普通の生活を送るのが難しくなることもあります。例えば簡単な家事や学校での活動もすぐに疲れてしまって思うようにできないこともあります。これが日常生活にどれだけの影響を与えるかは本人でないと分かりにくいことも多いですが、本当に大変なんです。診断方法。OD の診断にはまず症状を詳しく聞くことが大切です。立ち上がった時に血圧や心拍数がどう変化するかを見るために、自律試験やヘッドアップティルト試験が使われます。私が診断された時は5分間横になった後、すぐに立って5分間そのまま立つという検査がありました。その時、私は立っていられずに座り込んでしまって、脈拍が136にもなっていました。このような異常な反応があると、OD の可能性が高いと診断されます。長い間体調が悪い場合は、他の病気との区別をつけるために血液検査も行います。低血圧とその症状。私の場合、最高血圧が90を下回ることがよくあります。このような低血圧の状態は、ただでさえ日常生活を送るのがとても大変です。低血圧とは、一般的に最高血圧が100以下の場合を指しますが、90を下回ると、さらに深刻な症状が現れることがあります。立ちくらみやめまい、全身のだるさ、頭痛などが低血圧の主な症状で、特に立ち上がるときに意識が遠のく感じがしやすいです。これが続くと、ちょっとした動作でも疲れてしまい、普通に生活することがとても困難になります。私は毎日のように水分を2リットルしっかり飲んでいますし、食事の際には梅干しや塩分タブレットを使って、通常よりもかなり多くの塩分を摂取するようにしています。それでも低血圧の影響で辛いことが多く、体調管理には常に気を使っています。このように水分や塩分を意識して摂取することは低血圧対策の一つですが、それでも改善が難しいことがあるのが現状です。誤解されがちな点。私自身、9月にこの病気と診断されるまでは、
自分の症状が何なのかわからなくて、本当に辛かったです。朝起きられないことが多くて、周りから怠けてるんじゃないかと思われることもありました。でも、自律性調節障害は決して怠けているわけでも、意志が弱いからでもありません。体が勝手に不調を訴えている状態で、自分ではどうしようもないんです。だからこそ、適切な理解と治療が必要なんです。私自身、配信で元気な姿を見せたいので、症状がひどい時は配信をしていません。また、配信中は元気に見せて、辛さを隠しています。なので、視聴者の方から、本当は辛くないんじゃないのと疑われたり、誤解されたりすることもあります。でも、症状がある日は本当に配信どころではないので、元気な姿しか見せられないからこその誤解なんです。周囲からの勘違いとその影響。周りの人からの誤解や憶測は、OD 患者にとって本当に大きな負担になります。ただ朝が弱いだけとか、もっと頑張ればいいのに、なんて言われると、心がとても傷つきます。特に体育の先生みたいに、体力がある人や活発に動いている人たちは、自分の経験が当然だと思ってしまう、生存バイアスがあって、病気のことを理解しにくいことが多いんです。この生存バイアスというのは、自分が経験しているからこそ、それが普通だと思ってしまい、他の人がどう感じているかが見えなくなってしまうことを指します。そういった偏見のせいで、OD で苦しんでいる人がさらに孤立してしまうことがあります。また、周囲からのひどい誤解や偏見が続くと、精神的に追い詰められてしまい、うつ病などの精神的な病気を併発してしまうこともあります。こういった精神的な影響は、OD の症状をさらに悪化させてしまうため、本当に注意が必要です。さらに、学校に行けないことによる孤立感や、勉強が遅れてしまうことで、将来への不安を感じることもあります。みんなが当たり前に学校に通っている中で、自分だけが取り残されているような感覚に陥ることも多いです。この孤立感や不安は、心にとても大きな負担となり、病状を悪化させる原因にもなります。治療方法。治療としては、まず生活習慣を見直すことが大事です。例えば、規則正しい生活リズムを心がけること。朝起きた時にゆっくり体を動かして、血流を良くすること。十分な水分と塩分を摂ることが効果的です。私は血圧を上げる薬と漢方薬を飲んでいて、それに加えて散歩などの運動を心がけています。ただ、生活習慣を見直したからといって、すぐに治るわけではありませんし、特効薬があるわけでもありません。治療には時間がかかり、少しずつ症状が改善していくことを期待しながら進めていく必要があります。また、薬物療法として血圧を安定させる薬や心拍数を調整する薬が処方されることもあります。こういった治療を続けることで、少しずつ症状が改善されていくことを期待しています。日々の取り組み。私自身も毎日体調を見ながら自分のペースで治療に取り組んでいます。正直、毎日が簡単なわけではありません。体調がすごく悪い日もあって、思うように動けない時もあります。でも、少しずつでも前に進んでいこうと諦めずに頑張っています。同じ病気で苦しんでいる人たちにも、一人じゃないよ、と伝えたいです。私たちはそれぞれのペースで前に進んでいますし、少しでも楽になれる方法を見つけながら一緒に頑張っていきましょう。周囲のサポートの重要性。周りの方にもお願いしたいことがあります。それは OD について理解し、サポートしていただけることです。例えば、
朝起きるのが難しい時に、無理に起こそうとせず、本人のペースを尊重してもらえると助かります。また、立ち上がる時にふらつくことがあるので、サポートしてくれると転倒を防ぐことができます。そして、私たちが自分の体調について話すときは、しっかり耳を傾けて、その辛さを理解しようとする姿勢がとても大切です。最後になりますが、自律性小節障害は、周りの理解とサポートが本当に大切な病気です。適切な治療を受けながら、家族や友人、学校や職場の理解を得ることで、症状が良くなることもあります。私自身も家族や友人の支えにとても助けられています。どんな小さなことでも共感してくれる人がいるだけで、気持ちがすごく軽くなることがあります。もしこの文章を読んでいる中に、同じような症状で悩んでいる方がいたら、一緒に頑張りましょう。そして、周りの方にもこの病気について少しでも理解を深めていただけたらとても嬉しいです。皆さんの応援や経験をシェアしてくれることが私にとってもすごく心強いです。何か質問やお話ししたいことがあったら気軽にコメントしてくださいね。これからも自分のペースで少しずつ前に進んでいきましょう。